それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人は私に対して恋愛感情はありますか？というのをテーマに見ていきます。今回も4択占いです。よろしくお願いします。ではまず最初にスプレッド展開で出していきましょう。今回タロットカード正位置で採用していきます。こちらのカードからまずスプレッドでお二人の今の関係性、状態、バランス見ていきます。あなたの現状、お相手の現状です。はい、そして2人の関係性です。力のカード、優しいカードが入ってきています。そしてお互いの本心っていうところを見ていきます。あなたのところに、ソードの3番、お相手はソードのキング。では次、障害となってくることや周りの状況、そしてお相手との恋愛関係が進んでいかない原因などを見ていきます。進んでいるっていう場合もありますけど、何か2人にとって今進んでいかないような状況でワンドの7、そしてお相手は動いてくれるのかなっていうところでもらっていきます。そして最終的な3いいですね、太陽動いてきますね。前に向かって進んでいくよっていう風に出てきています。そして最後アドバイスです。はい、アドバイスカップの3番、楽しみましょうっていうのが出てきています。それでは読んでいきましょう。この並びを見ていると2人の関係性ってすごく温かくていいんですね。2人だけの世界に入っている時っていうのはお互い寄り添っていて優しい気持ちになれるっていうね、とっても温かいカードが入ってきています。2人きりでいるとか2人だけの世界にいると優しい気持ちになれたりとか、穏やかな時間を過ごせるとか、そういうことがあるんじゃないかなって思いますし、あなたもお相手に対して優しさを分け与えていたり支えているっていうようなイメージが入ってきます。あなたに勇気づけられて支えられてお相手が進んでいけるとか勇気をもらえるっていう風に感じてるんじゃないかなっていうのも出てきています。あなたと一緒にいる時のお相手って堂々としていたりとか自信に満ち溢れていたりとか、そんな態度をとっていたりとか言動してるんじゃないかなっていうのも出てるんです。あなたの前で自分の夢とか目標を語ったりとか、そういう強そうなお相手っていうのも出てきています。ただその2人の関係性ってとても温かいものなんですけど、力のカードって忍耐を表すカードなんですね。2人の関係性、そうですね、本心とかも見ていくと、外に目を向けた時にあなたにとっては外の世界っていうのは悲しみや痛みっていうものを感じていたりとか、お相手も外に向かっていく時っていうのは自分自身勇気を持って飛び出していかなきゃいけないっていう覚悟っていうのが必要だっていう風に出てるんですね。温かい関係性ではあるんだけど、じゃあいざ2人きりの世界じゃなくて外のところに目を向けた時には2人にとって何か覚悟しなきゃいけないものが出てくるんじゃないかなと思うんです。障害は奮闘のカードです。確かに不利なカードではないんですね。あなたが有利、あなたたちが有利っていうのが出てきてはいるんですが、でもね、この困難に打ち勝っていくためには自分たちの信念を曲げずに進んでいく必要があるっていうことを教えてきてくれてるんです。何かしらの困難、試練っていうところにお互い同じような思いを抱いているのかなと思います。表面上はすごくいい関係なんです。その表面上っていうのは多分2人で向き合ってる時間だと思うんですね。2人きりで過ごすこの時間、ここはすごく平和で優しくて温かくてっていう感じでね、2人が自然に寄り添っていったりとか優しい感じがしてくるんですけど、じゃあ外とか本心っていうところになると、やっぱりこの悲しみ、痛みとか
お相手もあなたのことを見ていて、自分が引っ張っていかなきゃなっていう風に覚悟しなきゃっていうところが出てきてると思うんですね。ここキングのカードなので、その自分で引っ張っていきたい、守っていきたいとかリードしていきたいってところが出てきていますし、謝辞、海から飛び出していきますよね。自分があなたを守りながら飛び越えていくんだって、もともとここ今のお相手の現状のところでもこの勝利を表すようなカードが出てるから、自分で掴み取っていくんだ。困難に対してもお相手がリードして自分があなたを守りながら掴んでいくんだっていうね、立ち向かっていくんだっていう強い気持ちが出ています。お相手の動きのところで太陽のカードが入っていますから、あなたを守って外の世界に自分たちを出していく、これが今の自分の目標であって、絶対掴み取っていくんだっていう、負けないぞっていう気持ちが強く出てきています。この関係性を壊したくないっていうのがお相手の方ありますね。戦っていることあるんじゃないかなっていう風に出てきています。ここね、でもただお相手はあなたに喜びや楽しみっていうところをあげたい、届けていきたいっていう風に思ってるんですね。だから安心していいよとか、痛みを抱えないでっていう風にお相手が教えてきてくれてるような気がします。アドバイスでも楽しみっていうワードが入っています。つながりを楽しんでいきましょう。成功と祝福のカードです。ここもお相手の動きのところで成功するよっていうね、ワードが入ってきています。自分が輝かしい成果をつかみ取っていくから、この幸福感に満たされた思いであなたを満たしてあげたいとか、成果をつかみ取ってくるから喜んでほしいなっていうところですね。アドバイスとしても、お相手と楽しいことや喜べることを共有していって、2人で楽しい時間を過ごしてねっていう風に出てるんです。今のお相手との関係性で2人が自然と寄り添っていけるような感じがするんですけど、まだでもね、両片思いじゃないとか、あなたの片思いな気がするとか、そうですね、ここソードの3番出てるので振られちゃった気がするとかね、そんな方もいると思います。ただお相手の様子とかを見ていると、この方は絶対動いてくるんですね。前に進む、もう自分はこれしかないっていう風に掴み取っていくんだっていう風に出てきているので、もしあなたが自分の一方的な片思いですっていう場合だとしても、あなたが今できることっていうのは、お相手を支えていくこととか、サポートしていくこと、包み込んでいくことっていうのが出てきています。あなたの優しさを持って、今お相手が社会的に何かをつかみ取ろうとしているのかもしれないので、そこに対して一言声をかけてあげるとか、頑張ってねっていう風に支えていってあげると、お相手もやりやすくなっていくのかなって出てきています。ただ今のこのね、スプレッドっていうのは、その2人の関係性っていうのを見ているので、やっぱりその軸で見ていくと、お相手はあなたを守っていきたいっていう意志が強いんじゃないかなっていう風に見て取ることができます。ではこの後ね、少しカードを足していきましょう。ルノルマンを使いながら今のあなたの本心っていうところを見ていきましょう。あなたが今不安に思っていることなんでしょうかっていうところですね。今不安に思ってること、太陽。いや、太陽ね、太陽ってここにも出てるんです。2通りあります。一つはお相手の動きっていうところに対して今不安に思ってる。果たしてこの人は私に対して働きかけてくれるのかなとか、向こうから動いてくれるのかな、明るい意味でね、明るいお知らせを持ってやってきてくれるのかなっていうところで不安を感じているっていうのがまず一つで、もう一つはここの障害ですね。今自分たちが立ち向かっていくこととか、周りに対してどんな風に自分たちの意思を貫いていくのかとか、諦めないっていうところのこの障害に対して果たしてこれがうまくいくのかどうかっていう不安を抱えている。成功させたいっていう気持ち、こっちね、どっちも太陽が出てきてるから、あなたの不安に感じているところとお相手の動きってところで共通して入っています。なのでこれはやっぱりこの困難を
お互いが乗り越えていけるのかどうかってところをあなたが不安に感じてるとか、大丈夫かなっていうふうに思っているし、お相手も絶対これやっていくんだっていうここ出てきているから動きはあるんですよ、意思と動きを持って進んできてくれるっていうのがあるので、今あなたが不安に思ってるのってお相手がどんな風に動いてくれるのかなとか、あとはここの障害に対してもね、自分たちが進めていこうって思ってること成功するかなっていうところのどちらかかなっていう風に思いますね。ではこの後、お相手はあなたに対して恋愛感情ありますかっていうテーマなので、もうこれ2人の関係性見ている限りだと今良好な関係性だし、寄り添っていけるような関係性、そしてお相手がリードしてくれるような、引っ張ってくれてるような関係っていうのが見えていますし、動きとしても、そしてアドバイスとしても喜びや楽しみっていうところが出てきていますから、2人はねいい感じなんじゃないかなって思うんですよ。お相手もあなたに対して恋愛感情を持ってると思うんですね。こうやって見ていくと、太陽っていうのはね、とってもすごい最高のことを表すハッピーなカードなので、これをお相手が動きとして出してきてくれてるってことは、あなたに対して幸せな気持ちで満たしてあげたいとか、不安に思ってることを解消させてあげたいとか、そういうことを思ってくれてるんじゃないかなっていうのを思ってるんです。1枚もらっていきましょう。あなたに対して恋愛感情ありますか？はい、タワーズ入っています。恋愛感情ありますね。ときめいてるよって出てきています。これね、そのお相手が性別男性であれ女性であれ、性別問わずであなたをリードしていきたいとか、あなたに支えてもらって元気もらってるから、そのあなたからもらったパワーを社会的にエネルギーとして循環させてるかもしれないし、この2人の関係性において私があなたを守っていくよとか支えていくよとか、表向きリード取っていくよっていう風に出てきていて、あなたは陰ながらサポートしていく、そんな2人の関係性っていうのが見えています。すごいですよね。ときめきのカード、そしてお相手動いてくれるのっていうところで太陽のカードと2枚出てきてるので、あなたに対してときめいているし、そして喜びを届けたいとか、その障害に対しても今なんかね戦ってるよっていうのが出てきてるんです。ただこれは負けるものではないんですね。有利な立場だから、その中でも自分たちが諦めないでいこうねっていう風にお相手が引っ張ってくれてると思うし、実際に動いてくれてると思うんですね。多分、外の世界において不安に思ってることがあるんじゃないかなっていうのがあります。2人がこのまま恋愛関係になっていくためには何か外部的なもので乗り越えていかなきゃいけないことがあるよねっていうのはあります。ただしこれは乗り越えていけるものですね。今実際に取り組んでるよっていう方もいると思うし、でアドバイスカードを追加で少しもらっていきましょう。はい、ではね、このタロットカードは大アルカナのみのカードなんですが、これでも1枚、アドバイスをもらっていきます。じゃあお相手っていうのはいつ動いてくれるのっていうのももらっていきたいんですけど、でもこれ並びを見てる限りだともうすでに動いてるよっていう感じがするんです。じゃなかったらもう今すぐにでも動くよっていうつもりでお相手はいると思うんですね。もうねこの海の中から飛び出していくよっていう、今すぐにっていう感じもするし、割と早いんじゃないかなって思います。はい、デビルのカードアドバイスで1枚入っています。でカップの3番と一緒にもらっていきましょう。アドバイスはここですね。でそのカップの3番っていうのはその2人だけのつながりじゃなくて周りとのつながりっていうことも表してるんです。つまりお友達とかフレンドシップとかそういうところも表しているので、お友達が関わってくる可能性もあるし、またはアドバイスで入ってるからあなたたちだけじゃなくて周りとつながりやコミュニケーションを持っていくことっていうのも入ってるんですね。その楽しんでいきましょうって友情のカードだから、お相手を含めて仲間付き合いをするのかもしれないし、アドバイスとしてねもう少しね深く見ていきましょう。あとはあなたが今
変化を恐れていたりとか、失敗するんじゃないかな、うまくいくかなっていう感じで、かなりこの不安っていうところが出てきているんですね。その抱えている痛み苦しみから抜け出して、ネガティブに考えずにね、ポジティブに考えてくださいって、こっちすごく楽しそうでしょ。でもあなたの本心って心の傷を胸に抱えていて涙を流してる。で、涙を流さずにみんなで楽しくやっていこうって、喜びを分かち合っていこうよっていう風に、明るい風に持っていこうっていう風に出てきていますね。もう少しね、カードをもらっていきます。はい、またルノルマンもアドバイスでもらっていきましょう。いやでもね、ラバーズ出てるからね、お相手はあなたと、恋人関係になりたい。もうすでに2人の関係性がいいので、もう両思いだよとか恋人だよっていう方もいるかもしれませんね。このあたりでそうですね、アドバイスもらっていきましょう。まずこちらのデビルのカードですね。この女の子描かれていますね。仮面を2つ持っています。白い笑顔の仮面とグレーの少しね鬼のような形相の仮面を持っています。で、この女の子どちらをつけようかなとかね、それを選ぼうかなって思っています。とっても明るくて誰とでも気軽に仲良くなれる人気者の女の子なんですが、ただこの女の子の本心っていう本当の悩みっていうところは、この子は心の奥にしまって誰にも触れられないようにしています。考え出したら苦しくなっちゃうから、忘れてしまえば毎日楽しいのに、だから仮面をつけて忘れようとしている。苦しさから逃れようとしている。知らないうちに心の問題なんて消えてなくなっちゃえばいい。そういうふうに思っている。これは真実と向き合わずに仮面をつけ続ける。いろんな仮面を持っていて仮面をつけ続けるよっていうふうに出ているデビルのカードです。これね、とても奥が深いなっていうふうに思いますね。表面上のあなたっていうのはカップのキングさんだから、温かくて寛大で包み込んでいくよっていう風な大きな優雅に泳いでるクジラなんだけど、でも本心ってところを見ていくと子羊ちゃんなんですよね。傷んだハートを抱えた迷った子羊ちゃんっていう風に見えます。だからどっちも持っているんじゃないかなって、今現在優しくて寛大で周りに優しく接しているあなたと、本当の本心、痛みを抱えた自分の心っていうところと、今あなたの心の痛みと向き合えていますかってことを教えてきてくれています。この後ろにたくさん人がいますよね。人が集まる場所に行った時に、あなたは自分の本心を隠すようなところがあるんじゃないのかなって出ていますね。ここもギャップがあるかのように、普段だったら外側の人たちにはこの顔を見せているんだけど、本当の自分の本心ってギュッてね、痛みを抱えているようなところがあって、今でもそこに向き合う時がやってきてるよとかね、そういうところが出てきています。今まで自分の痛みっていうところから見て見ぬふりをしていたんじゃないのって出ているんですね。でも痛み、もしくはね、痛みばかりに目を向けていて、で自分の痛みだから無理して周りに見せないようにしていたりとか、気を使っているところもあったかもしれないんだけど、今その痛みを消化させて、これから先周りとつながっていく喜びや楽しみ、そしてお相手と分かち合う喜びっていうところをあなたが感じる時です。自分の本心を受け止めて乗り越えていきましょうっていうのも入っています、ね。レディーのカード、あなたですよって。アドバイスはあなたの心にあります。またはあなたの耳に入ってくる言葉だったり、音楽から流れてくる歌詞だったりとか、あなたの耳に感じることが今答えとして入ってきますよっていうのがあります。あなたの心にあるよ。そして
やっぱりこの自分自身の今本心をとか、あと痛みっていうところね、目を向けてどうやって乗り越えていくのかとか、どんな風に受け止めていくのか、いつもね痛いところをギュッとしているだけじゃなくて、これからは違うやり方で痛みを解消させていくことが出てくるんじゃないかなって出てきていました。そしてオラクルカードはアップルキスミントレイン、はい、個性を発揮してあなたはチャーミングだから、リンゴを丸かじりするようにあるがままに自分を出していこう。そして視点を変えてみましょう。ミントの雨がグラスに注ぐのか、グラスから香りの雨が降るのか、認識は反転する。見方によってはいろんなね、この絵柄の答えとか、答えは一つじゃないよ。人によっては雨が降り注いでいるように見える人もいるし、グラスから香りの雨が注いでいるように、降っているように見える人もいるよっていう風に、見方はいろいろあるねっていうことを教えてきてくれています。あなたの個性を、自分を出していこうっていうことも教えてきてくれているので、今まで自分を抑えていたっていう方は今自分を出していくし、あと痛みを抱えていてっていう方は今視点を変えて、このね仮面を付け替えるかのように、どちらか一方しか見えていなかった可能性もあるので、今あなたが見方を変えていけば、実はその痛みって乗り越えていけるものだったりとか、自分一人で抱えなくてもよかったんだっていうふうに思えるようなお相手の動きっていうところがあるんじゃないかなって出てきています。そして全てはあなたの心にちゃんと答えがある。そして障害は困難に打ち勝つ諦めない気持ちだよって。もうすでにお相手とあなたは困難に立ち向かっています。あとはあなたが諦めない気持ちを持つのかどうか。お相手はね持ってるんです。覚悟はもう決まっているよって出てきてるので、すでにね動いていると思うし、っていうところも参考にしてください。ただあなたが今必要なのは喜ぶこと、素直に喜ぶことなんじゃないって。喜びを分け与えたりとか受け取ったりとか、遠慮せずに受け取ってくださいって。今あなたに必要なのは光のある存在、お相手だったりとか、実際自分の心に差し込んでくる光のある言葉ですよね。耳に入ってくること、心にストンと落ちることが今あなたに必要なのかもしれません。出てきていました。あんまり自分のこと抑えなくていいよっていうのが出ていますね。それは多分お相手との関係性じゃなくて、2人の世界から一歩外に出た時のあなただったりとか、そのお相手との関係性を大切にしつつ、今自分の中で抱えている痛みに対して多分ね、自分を我慢しなくていいよっていう風に教えてきてくれてるんじゃないかなって出てきていますね。でそしてお相手が動いてきてくれるのはいつなんですかっていうのを見ようと思ってるんですけど、もうすでに動いているよとか、動きを感じてるっていう方は1週間くらいでお相手の方からはっきりと明るさとか喜びとか、あなたにとって嬉しいことっていうのを表してくれるでしょう。はい、出ていますね。そしてまだお相手が動いているように感じないっていう方は、これから動きを表してくれる可能性があるので、その方っていうのはだいたい20日から30日前後、今これを見た瞬間からだいたいそれくらいで捉えてください。そのあたりには、つまり1ヶ月以内には動いてくるんじゃないかっていうのが出てきています。今回はお相手は私に対して恋愛感情はありますかっていうのをテーマに見ていっています。あなたに対して恋愛感情すごくありますね。このお相手っていうのは恋人関係になっていきたい、それを掴み取っていって2人で共有していきたいんだってこと出てきていますから、今の関係性を大切にしつつ、そして課題になってくるのは2人で乗り越えていくこと、あなたの痛みをあなたがどんな風に変えていくのかっていうところです。お選びいただいたカード、これね、心の傷を癒すっていうカードなんです。これです。同じくハートを抱えていますね。このオラクルカードね、こちらの女性も自分の心と見つめています。
とっても大事に自分のハートを抱えているんですね。自分の心を見つめて傷を癒してくださいねっていうことが言われています。やはりあなたの胸に何かしらの例えば痛みだったりとか、今手放さなきゃいけないんだけどなかなか手放す勇気がなかったものとか、そういうことがあるんじゃないかなって思っています。今それからあなたが手放して抜け出していく時だよ、素直に楽しんでくださいっていうのが入っていました。こちらも参考にしてください。そして、ラッキーカラーとしてはリンゴ、アップル、赤い色だったりミントの色っていうのも参考にしてください。カラーとして取り入れてもいいし、アップルやミントガムとかね、そういうのを取り入れてもいいでしょう。こちらもね、お受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人は私に対して恋愛感情はありますか？というのをテーマに見ていきます。今回もタロット占い4択でやっていきます。よろしくお願いします。はい、では見ていきましょう。今回はスプレッド展開で見ていきます。タロットカードはすべて正位置でもらっていきます。はい、でシャッフルしてありますので、また軽く切って見ていきましょう。で、恋愛感情がありますかっていうことと、今のお二人にとっての障害、お相手は動いてきてくれるのか、または動いてくるのであれば時期としてはいつぐらいに動いてきてくれるのかっていうところをもらっていきます。では見ていきましょう。まず2人のお気持ちとか関係性っていうところをもらっていきます。あなたのところにペンタクルクイーンの正位置、お相手はペンタクル10、そして2人の関係性としてマジシャン、であなたの本心、ソードのキング、お相手の本心、節制、そして今のお二人の障害になっていることとか、どんな風に感じているのか、ワンドのキングではお相手は動いてくれるのかっていうところで、何かあなたに働きかけをするのかっていうと肯定のカードではアドバイスカードです。はい、ではもらっていきます。カップの8と出てきています。はい、ではそしてお相手が恋愛感情を持っているのかどうかっていうところで見ていきましょう。何かね、今2人の間ってそのいい意味で言えば、穏やかで温かくて、でずっと長いお付き合いをされていてとか、片思いの状態であってもね、2人の関係性って育まれているもので、たとえ友達関係だったとしても仲良くやっているよっていう感じがするんですね。だけどもそのいい意味で言ってしまえばすごく平和でね、温かくていいねっていう感じなんだけど、じゃあプラスアルファでそこに何か足していかないと恋愛関係になっていかないのかなとかね、そういうことも感じられるような、気がします。はい、ではもう出していきましょう。お相手が恋愛感情を持っているのかどうかっていうのはこちらのカードからもらっていきます。そのカードがちゃんとはっきりと出たら、もう少しお相手の本心が分かりやすくなってくるかなと思います。お相手ね、中庸のカードを出してるんですよ。バランスのカードです。なのでそれはどんな意味なのかなって、例えばね、そのお相手が今あなたと一緒にいることで落ち着けるなとか、温かいなとか、安心できるなって、これを保っていたいって思ってるのか、それともそうですね、なんかね、今の関係性から変わりたくないっていう意味なのか、ただしお相手の中では今の感じでいたいなっていうお気持ちもあるんですよ。それが一体何を表すのかなっていうところでもらっていきます。はい、1枚もらいましょう。ソードの8出ています。
お相手恋愛感情ありますかっていうところで、今制限かかって動けないよっていうねところがカードとして出ています。でもここですね、本心としてはバランスを保っていきたい、このままでとか程よい感じでとかこの距離感でっていうことをここで出してきてくれているので、ではじゃあお相手の方から何か働きかけていくのかなっていうところを深く見ていくと、本心としては何かねこう動けないとか、あえて動かないのかもしれない。ここね、節制、この距離感でっていうところが出てきているから、ただ2人の関係性で見ていくとマジシャン入ってるんですよね。だから関係性を進めていくんだったら何か足していく必要が出てくるのかなとか、進展させていくためにはこう今何かできること本当はあるんじゃないかなっていうのが入ってるんですね。何かを始めていくためにもあと何かが必要っていう感じが出てきているんです。決してね悪くはないんですよ。お相手もあなたに対して嫌な思いとか持っていないし、順調に2人の関係性を育んでいるよとか、2人なりのペースでとかね、そういうところは出てきているので、とっても温かいし豊かなものでもあるし、そして2人とも共通点っていうのもあるでしょう。共通して共感できることが、あるとか、同じ趣味を持っていたりとか、考え方が似ているとか、属性みたいなものが一緒っていうところがあるので、一緒にいて安心できるってところがあるから、決して嫌じゃないんだよね。だけれども、もし今これが片思いの関係性ですっていう方だとしたら、何か今の状況から抜け出していかなきゃみたいな、温室みたいなところに今2人がいるんです。暖かい場所にいて守られているお家に、しっかりとしたお家の中にいるので守られているような感じなんです。だからそれがもし今の関係性が片思いなんですっていう方だとしたら、今その片思いの2人の関係性や距離感っていうのが温室なんです。そこから外に出ていくと恋愛関係っていうところになっていくんだけど、可能性としてはすごくあるんです。ここね、2人の可能性はこれから始まっていくよっていう感じもするから、今じゃあその温室、扉、この宮廷から出ていくような、あと何が必要なのっていう風に出てくると、勇気とか決断力なんじゃないっていう風にあります。これあなたの本心としては、ソードのキング出てきていますね。自分から飛び出していきたいって、温室、この豪華な宮廷から海の中からね飛び出していきたいんだっていう自分の中の、あともう一歩勇気が欲しいとか行動力だったりとか、そういうところが今あなたの本心として、今私これ求めていますっていうのがこれなんじゃないかな。または大きな動き、物事の動きですね、関係性かな、として流れとしてね、大きな流れが出てきたらいいなとか、そういうところです。あなたの方は決めていって動いていってとか、そういう流れを求めている能動的なカードが出てるんですけど、お相手の方はどちらかというと今の状態とか今の距離感、できればこの暖かい環境の中にいたいなとかね、そういう風なカードを出してるんですね。可能性としてはとてもあるんですよ。マジシャンだからやろうと思ったら何でもできるよとか、あとは目的さえしっかりしていれば、あと行動に移していくのであれば関係性は大きく変わっていく可能性すごくあるんだけど、じゃあお相手の本心ってところを見ていくと、自分であえて動かないようにしてるような気がするんですよね。この剣の中に自分が収まっていて、本当はね抜けようと思ったら抜けられるんじゃないかな。だけど今のこの宮廷暮らし、それに、落ち着きとか安心感っていうのがあって、なかなかそこから動けないとか変わるのがっていうところで、お相手の中でねテーマとして入ってる気がします。これも障害のところにワンドのキングさん、これもねこの動きのあるカードですよね。そのあなたの本心と同じようにこれが障害として入ってるんですね。この動くっていうことだったりとか、こう情熱っていうところですよね。2人にとって今足りないものとか今必要になってくるのって行動力だったりとか動く
やっていきたいって思う気持ち、進めていきたいとか決断する、それを実際に行動に移す、ここなんじゃないって、これ両方ねキングのカードが入ってきてます。王様です。はい。そしてここにも王様のカードが入っています。ライオンですね。王様中の王様。これお相手の動きとしてどんな動きを出してくれますかっていうところで出てきてるんですね。これお相手が動くかどうか、積極的に動くのかとか、何か決めてくれるのかっていうところね、この人にかかってるよっていうところがあります。ただ動いてくれますかっていうところに対しての肯定のカードなので、動くんじゃないかな、自分でっていうところがあります。お相手がいずれ自分でちゃんと動くっていうのがある。これ肯定っていうのは性別はねご覧になってる方、今男性であれ女性であれ、この肯定っていうのは男性的なカードを表すんです。自分で動いていくっていう行動力を表していくカード、自分から切り開いていったりとか、自分の力で守っていくとか、自分の力で進めていくとか、己の力っていうのを表しているカードなので、しかもそれを責任持ってちゃんとやり遂げていきますよっていうしっかりしたカードなんですよね。ということは、そのお相手っていうのはね、もともと温厚な方なんだけど、責任感っていうのもちゃんと持ってるの。軽い人とか浮き足立っていなかったりとか、あとメンタル崩れるような人じゃないと思うのね。平和的なんだけど、そこにちゃんと行動っていうのがこれから出てくるんじゃないかなっていうのがありますね。お相手の動きとして、今はまだこの状態でとかね、そういうある意味ねファミリー感があるんですよ。あなたとファミリーのような感覚でいるので、これがもし両思いとか交際していますっていう方だとしたら、それですごくいいの。家庭的な関係性だから、お相手はじゃあ結婚ってことを視野に入れているし、その距離感でやっていきたい、つまりその価値観でねお互いやっていきたいって思ってるので、それから変えたくないってところはあるんだけど、ただその結婚っていうところに持っていくにしろ、あとは片思いの関係性で恋愛関係っていうところに持っていくんだったら、やっぱりこの動きとか決断っていうところがかなり重要になってくるのかなっていうのは出てきています。そして恋愛感情ありますかっていう意味で出したカードとしては、このカードが出てるので、出していない、お相手があえて出していないっていう風に感じるんです。だから今その片思いの方が多いんじゃないかなと思います。そして今交際していますっていう方は、先ほど言ったような流れで見てください。で、今メインとしては片思いの方向けにお話ししていきますね。お相手気持ちを出そうと思っているとしても出していない、あえてねこの関係性、今の関係性で温かく、気持ちよくいたいっていうところがあるんじゃないかなって思っています。でもじゃあ動かないのって言ったら、いやそうじゃないよ、動くよっていう風に出てくるし、アドバイスとしても次へ行く時だよっていう風に出てきてるんです。今の現状から抜けていくよって。じゃあもう少し深掘りしていきたいですよね。このあたりに対してお相手の本心ってところを潜っていきたいし、じゃああなたに対して今自分どうすればいいのって、私どう動いたらいいのっていうアドバイスも欲しいですよね。だからこれはアドバイスカードではあるんですけど、そこに対しても深掘りしていきましょう。ルノーマンからまずお相手の本心っていうところをもらっていきます。はい、お相手の本心どうなのか、ブーケのカードが入っています。そうか、本心としては好きな気持ち隠してるのかな。ブーケっていうのはその絵柄でもう分かる通り、もう言葉で分かる通り花束のカードだから、もう花束を君にっていう、まさしくその花束ですよ。だからポジティブなカードなんですよね。お相手の本心ってじゃあここにあるんですね。ちゃんと飾り付けしてあって、お花が揃えられていて、どんな花をあなたに送っていこうかっていうのはもうすでに厳選されてあって、このようにリボンつけて渡せるような形としてもう出来上がっている。だけどこのソードの8っていうのは動けるのに動かないようにしているとか、
なんだろうな、自分の中で制限かけちゃっていて自由が利かない、実際に自分で動きたくても動けないっていう風に読んでもいいと思うんですけど、動かない方が今の関係性崩さなくていいのかなとかね、そういうことも出てると思います。恋愛感情があると思うんですね、ブーケが出てるから。だけどそれを出していけないとかいかないとか、この中庸の関係性でいたい、これが今の関係性がいいんじゃないかって思ってるってことです。ではじゃあここね、王様のカードが入ってるんです。どうしたいのっていうところですよね。この人じゃあなんかこう要所要所でこう動かなきゃねみたいな感じで入ってるんですね。今のこうぬくぬくした、それはそれで暖かくていいんですよ、いいんだけど、じゃあ次を求めていくんだったらね、その現実的に2人の関係性を進めていくんだったらっていうところで見ていくんだったら、動きっていうのが必要になってくるんじゃないかなっていうのがあるんです。じゃあこの人どんな風に動いてくれるの、いつ動いてくれるのっていうところで出していきましょう。何枚か出そうかなと思います。はい、2枚でねもらっていきましょう。そしてじゃあ私ってどう動けばいいのっていうのもね後でもらっていきましょう。まずお相手ってどう動いてくるの。雲とネズミ、まずいつっていうところだとナンバーとしては6と23です。だからその数字がつく日とか、または1週間から23日後ぐらいなので、だいたい 3,4 週間後とかね、そんな感じで見ていただくといいと思います。ちょっとね幅があるんですけど、ただしこの雲っていうのもモヤモヤしていたりとか、ネズミっていうのも自分の心をかじってくるものとかね、ネズミって壁をかじっていくじゃないですか。小さな生き物だけど、でもそれがかじり続けていくと家がボロボロになっちゃうっていうことを表しているので、ストレスっていうのを表してるんですね。モヤモヤとかストレスとか。じゃあこの人、どんな風に動いてくるのっていうと、ここでしっかりとしたライオンね、王様のカードが入ってるのに、周りを囲むカードってモヤモヤだったりネズミ、ストレスだったりするんですよ。自分のモヤモヤとかなんだろうな、ストレスとか、そこから自分が立ち上がっていかないとこの人王様になれない、立ち上がっていけないよねって、獅子の王になっていけないよねっていうところがこの人のテーマなんじゃないかなっていうのがあります。そうね、あえて動かないとか動けないとか、何かしら事情があるのかもしれないけどね、制限かかってるとかあるかもしれないけど、でも本当は動こうとか抜けていこうと思ったら抜け出していけるようなこと、立ち上がっていけるようなこと、あとは自分に打ち勝つ気持ちっていうのがこの人にとって今必要なんじゃないかなっていうのがある。でそれを打ち勝っていけば6から23日後ぐらいの間にこの方はちゃんとしっかりと、もう動くんだったらもうしっかりと動いてくると思います。ぬくぬくしたシルバニアファミリーみたいな感じじゃなくて、こんな風にキリッと、自分が外の世界にそびえ立つっていうかね、この崖の上に立つってちゃんとしっかり力強く立っていくんだっていうのをちゃんと示してくれると思うんですね。優しい人なんだと思うんですね、この人。どちらかというと争い事を好まなかったりとか、周りの人を大切にしたりとかっていうところがあるので、その方がこんな風にキリッと行動に移してくるってことはよほどの勇気が必要だと思うし、いろんな困難があっても立ち向かっていくよっていう覚悟っていうのがちゃんとできて動いてくるよっていうのがあるので、そういう風に見ていくとやっぱりこう自分との戦いっていうことがあるのかなっていうのはあります。だけど2人の関係性って今のね状態から変わる可能性十分にあるよっていうのがあります。そうですね、障害としてはここかな。ただその動くっていうカードとして読むこともできるけど、キングのカードが入っているので、そうね、もしかしたらその男性っていうのが関係してくるかもしれません。王様対王様とか王様とかっていうのが入ってくるので、
例えばいろんな人からアプローチ受けているよっていうあなたがいるのかもしれない。あなたクイーンだからね。そこに対して王様のカードが3つ入ってきてるんですね。これはあなたの本心のところで出してはきてるんですけど、障害だったりとか、ここに他のキングが入ってきてるので、そのお相手ほどじゃないんだけど、誰か他に存在がいるのかもしれません。そういうふうに読む場合もありますし、あと本当に障害としては今の関係性から抜けていくためには動きだったり、その意思っていうところがね、動こうって変えようっていうね、実現化させていこうっていう、具体的にちゃんと動いていくっていうところが必要になってくるのかなっていうのはあります。じゃあ私ってどんな働きかけをすればいいのってところでもらっていきましょう。あなたはどんなことをすればお相手が動いてくれるきっかけ作りとかね、何かありますかって、手がかりがありますかって、自分から動いた方がいいのか、お相手を待ったらいいのか、あと障害ってところに対してもね、何かしらあると思うので、まずはあなたが何をすればいいのかなっていうところ1枚もらっていきましょう。ジャスティス、決めてくださいねっていう風に出てきました。しかもあなたの目線で構いません。あなたの視界の中からとか考え方でいいので、これがこの社会的にどうこうじゃなくて、自分の物差しでいいから自分の中で決めてくださいねって、これがいい、これが正しいって思った方に。それが例えば本当に100人に聞いて100人ともあなたの意見が正しいっていうわけじゃないと思うんだけど、でも自分の中で私にとってはこれが正しい道っていう風に方向性をしっかりと決めてくださいとか示してくださいっていうのが出てきています。そうですね。あとアドバイスカードで1枚もらおうかなと思います。今あなたの中でも決める時だよっていうのが入ってきました。しっかりと何かを決めてくださいとか、自分の中の、そうですね、でもあなたは迷ってるとかっていうわけじゃないと思うので、本心でもソードのキング、ただしね、キングとキングが入ってるので、あなたの中でもお相手以外の男性っていうところで引っかかってる可能性もあるので、迷ってるわけじゃないんだけど、この人との恋愛を進めていくんだったら、あなたの中に男性っていうワードが入ってくる可能性もあるんじゃないかなと思いました。はい、強行のカードですね。ジャスティス、強行。となるとやっぱりこの社会的なことだったりとか、そういうのも関わってきます。強行はそうですね、人の上に立つとか人の前に立つとか、みんなに見てもらうような立場だったりとか、みんなに見られる、っていう立場だったりとかもするし、司祭のカードだから、そうですね、アドバイスとしてこれが入ってくるとなると、2人の問題だけじゃないかもしれないねっていうのが入ってくるかもしれないですね。そこに対してあなたはどんな道を選んでいくのかとか、どんな気持ちを表明していくのかとか、そういうところになってくるかな。どんな決断しますかっていうところですね。そしてもうアドバイスとしては、次へ進む時ですよっていうのが出てます。ただしその次に進むっていうのは泣く泣く次に進むとかじゃなくて、あなたの中でしっかりと納得いく形で次に進むようになるでしょうっていう風にね、出てくるんです。それはもしかしたら今までとは価値観の違うような、見方になって次へ進もうって思えることかもしれないし、一つ何かを決めたから動けるんだってことになるかもしれないよって、いろんな意味で入ってきています。もう少しアドバイスカードもらっていきましょう。ただそのあなたが、じゃあ今私はお相手と恋愛関係になっていくためにはどうすればいいのっていうところで、ジャスティス、障害ではワンドのキング、そしてお相手の本心としては表向きは節制をとってるんですね。バランスで来てるんですけど、それはあえて動いていないんだよっていうソードの8と、だけどさらにまた潜っていくとブーケのカードが入ってるので、本当は届けたい思いとかがあるんじゃないかなっていう風に出てきています。だけど今はまだ
この中庸っていうか中立の立場でいたい、自分の中で抱えているものを乗り越えていけばこの人は動いてくる。少しねこの人のモヤモヤを自分でね打ち勝っていかなきゃいけない問題があるので、そこに対してねあなたが何かサポートしてあげられるのかどうかってところでは、ここの辺りを見ていてもこの方の問題なんじゃないかなっていうのが出てきているので、あなたはあなたで今決めていくことだったりとかっていうのがあるんじゃないかな。そうだな、アドバイスカードです。このカード2枚もらっていくことと、あとタロットカードからももらいます。大アルカナ22枚のカードなんですね。これ正位置でアドバイスもらっていきます。または強行のカードが出てるので、その2人の関係性を進めていくのであれば、誰かからアドバイスもらうのもいいねっていう風にアドバイスカード出ています。2人の関係性を取り持ってくれたりとか、どうやったら先に進んでいけるのかなっていう専門的な知識をくれる方だったりとか、または、外部からの助言、意見、刺激っていうのもあるかもしれません。でこのカードも1枚もらっていきます。このカードは助教皇のカードです。精神性の高いカードが出てきていますね。その今の関係性を変えていくのであれば、実行していくっていうね、前に進んでいくとか決めて動くっていうカードもすごくたくさん出ているんだけど、その反面アドバイスカードって自分の中を見ていきましょうとか、その動いていくためには情報を集めることだったりとか、誰かにねアドバイスをもらうこととかも必要だし、社会的なお互いの立場っていうのも考えていく必要も出てくるし、または自分の心に深く潜って自分の気持ち確かめてみてっていう風に出てきているんです。これはね、そうだな、自分の心をよくよく見つめて、あなたにとって大切なものをもう一度見つめて、そしてここね、ジャスティス、自分の基準で構わないから決めてって、これもそうなんですよね。あなたの心はあなたのものだから、あなたの目線なんですよ。でも強行のカードも入ってるから、誰かから助言もらう必要も出てくるかもしれないし、それも取り入れていきながら、最終的には自分の気持ちってところになっていくのかなと思います。自分はどうしたいのって、あなたは何がいいと思ってるって、どうしたいっていうところにもう一度こう振り返ってみた時に、何を感じるのかとかね、どこに何を指していくのかっていうところが出てくるのかなと思います。静かな時間の中で自分と向き合って考える時間っていうのも必要になってくるでしょう。その自分の隠れた心の中に真実があることっていうのを今知る時です。自分に対しても厳しく今見ていたりする可能性もあるので、そこを和らげていくのもいいんじゃないかなっていうふうに読み取ることもできます。もし今自分とか自分の周りとか、あとはお相手との関係性とかにおいても、今何かね厳しいところをもし見ているのであれば、厳しい判断をしようとしているのであれば、少し柔らかくして物事を捉えてもいいし、もう一度自分の心に潜ってみて、そして今自分が厳しく強く進んでいくのか、それを求めるのかとか、もしくはそこを求めすぎていたのであれば、もっと柔らかくてもいいよっていう感じで、そのさじ加減ってところをもう一度確かめてみてっていう、もう一回ね決めてみてっていう風に出てきています。そしてアドバイスカード、グリーンフォレスト、これは休んでくださいねっていうカードですね。しばらく一人で過ごして自分の心に栄養を与えてください。深い緑の森のような静けさは癒しに満ちています。はい、そしてオンザフライ、仕事と趣味、恋と勉強、同時進行してください。次元は常に重なり合うように、何かのために何かを分断しないで。あなたがだから無理に何か決めようとか、そこに無理っていう言葉が当てはまるのであれば、今は
柔らかく判断していくっていうことも、それもまた一つの判断だから、悩んでるんだったら誰かから助言もらってもいいし、自分の心に振り返ってみて、もう一回確かめてみて、そのさじ加減っていうのをもう一度心の中に振り返ってみて、だけど無理してませんって、もし無理してるんだったら休んでくださいねっていうカードも入っていました。あまり無理して何かを決めたりとか迫ったりとかする必要はないんだけど、自然と今心を見つめていくと、あなたの中で切り替わりっていうのが入ってくるかなと思います。次へ進むためにどうすればいいのかっていうのがはっきりと見えてくるようになってきます。まずそのためにも落ち着いてゆっくりと一人の時間過ごすってことも必要になってくるだろうし、それが出てきたら答えっていうのが多分出てくると思うんです。もうちょっと柔らかくやってみようかなとか、柔らかく考えてみようかなとか、あとは自分の心を柔らかくリラックスさせることで決まってくるとか見えてくる気持ちっていうのも出てくるだろうし、または今までさっきも言ったみたいに優柔不断になっていたところに対してはスパッと何か決まるような気持ちがすっきりするような気持ちになるかもしれません。このあたりも参考にしてください。そしてラッキーカラーとしてはグリーン入っていました。深い緑の色、そしてお茶ですよね。これはそのカクテルのオラクルなんですけど、お茶、緑茶とかもいいかなと思います。これはいろんな味がミックスされたようなものなので、ジュースとか飲み物にかかわらずごちゃ混ぜとかね、何かの色と何かの色を足したようなお洋服だったりとかね、そういういろんなミックスされたものっていうのを頭に思い浮かべて、〇〇ミックスだったりとかね、そういうものを取り入れたりとか、食べたりとか、料理に取り入れたりとか、そういうこともやってみてくださいねっていうのが出てきています。または何かを両立していくこと、今ねそういうのも必要になってくるかなっていうのも出てきています。ちょっとね入り組んでいるなっていう感じもするんですが、そうですね。そしてお選びいただいたこちらのカードは心を開くっていうワードがあります。あなたの心っていうところをやっぱり見つめていった後に開いていく。どんな風に開いていきますかっていうところですね。どんな風に飛び出していきますか。勢いのあるものですか、柔らかいものですか、どんな風に決めていく。決めるまでに時間かかるよって方もいるかもしれません。中にはいろんな人が絡んでいて2人だけの問題じゃないんだよねっていう方もいると思うので、すぐ決められないよっていう方もいると思うんですね。だからじっくりと時間かけて考えてもいいよっていうカードも出てるし、誰かに迷ったらアドバイスもらってもいいよっていうカードも出ているんです。次へ進むためにはまずね、自分の心を開いていく。最終的にはここにたどり着いていくんだけど、今一度自分の心をよく見て、疲れてるところを癒していきながら、いろんなものを取り入れていきながら最終的に決めていくんだよっていうアドバイスが入っていました。これも参考にしてください。今回ね、2番さん少し入り組んでるかなと思ったんですけど、あなたの中で抱えている問題とお相手の中で抱えている問題っていうのがもしかしたらそれぞれの心の中にあるかもしれないので、自分たちがそれぞれ解決した後にお相手は動いてくるような気がしました。動きを見せるとすれば6から23日後の間で見てください。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人は私に対して恋愛感情はありますかっていうところをテーマで見ていきます。タロット占い4択です。今回もよろしくお願いします。では早速スプレッド展開で見ていきましょう。タロットカードはすべて正位置で見ていきます。こちらから洗っていきます。シャッフルはしてあります。軽く切って並べていきます。今のお互いの現状だったりお相手の本心、
そして恋愛感情があるのかっていうのも追加でカードを足していきながら、お相手がどんな動きを出してくれるのかなとかアドバイスもらっていきます。まずはあなたの現状です。ワールド入っています。お相手の方は戦車、いいですね。そして2人の関係性です。2人の関係性はソードの6番。今変わっていく時、完成されて動きのあるカードが入ってます。じゃあ本心を見ていきましょう。あなたの本心としてはワンドの9番、そしてお相手の本心を見ていきます。ワンドの7番、お相手なんかね戦ってるなってイメージがありますね。進んでいくし諦めないし乗り越えていきたいとかね、そういう強い気持ちが出てきています。ではここ障害になってくることです。2人にとっての障害としてはカップのエース、目覚め、そしてお相手はじゃあ動きとしてはどんな動きをあなたに対してしてくれるのかなっていうところで、ワンドの4番、安らかな感じのカードが入っています。障害、そしてアドバイスです。障害なのかっていうところもあるんですけど、アドバイスとしてはカップのキング入っています。では実際にお相手が恋愛感情あるのかなっていうところをもう出していきます。こちらのタロットカードを使ってお相手の本心にプラスで今あなたに恋愛感情がありますかっていうところを出していきます。恋愛感情ありますか？カップのクイーン、めちゃくちゃあるじゃないですか。もうすでにここねワールド出てるので、お相手と通じ合ったよとかつながれたよとか気持ち確認できたんだとかね、もう実際交際していますっていう方も多いんじゃないんですか。お相手あなたのこと好きですよ。そしてアドバイスもカップのキングなので、カップのキングとクイーンが揃いました。ここねいいんじゃないですかね。2人両思いですよっていうところで、もしそのお相手の気持ちが見えなくてでもし感じてる方いるとするのであれば、今そこに気づく時だよっていうのが入ってるんです。障害にカップのエース、愛の目覚めのカードです。今花開くとかこれから始まっていく、そこにあなたが気づく時なんじゃないっていうのが出てます。でも気づいてるんじゃないかなって思ってます。少しなんかこう疑い持ってますか？お相手に対して本当に私のことを好きなのかしらとか、なんかこう好きっぽいような匂わせ的なことをやってくるんだけど、それって本当なのかなとか思ってますか？それでもお相手純粋な気持ちであなたを好きだっていう風に言ってます。行動に移してるよっていうのが出てきてるので、何かしらの言動だったりであなたに何かを示してると思うんですよね。そこに対してこの純粋に信じてもいいよっていう風に出てきています。補充させてください。お待たせしました。では申し訳ありません、中断してしまったので続けていきましょう。障害はね愛の目覚めなんですね。だからこれといってはしんどいみたいな障害じゃないので、ふと気づくと受け取ることができるんじゃないというか、もう2人は始まってるんじゃないかなっていうのが出てきています。まだこれで終わりじゃなくて、これからも進んでいくんだよとか変わっていくんだよ、その変わっていく変化っていうのをお互いが優しく受け止めて進めていこうとか、歩調を合わせていくっていうところが出てるんじゃないかなとも思いますし、そうですね、何かね2人にとって困難に感じるようなことがもしあったとしても、2人は諦めるつもりないよっていう風にお互いの本心で出してきてるんですね。お相手も自分がこれ優位に立ってる立場、優位ですねに立ってる立場で、
たとえ周りから何かがね障害があったとしても、自分はこの愛を貫き通すとか、諦めずに頑張るとか、実際の今の現状としてもうすでに戦って動いてるよとか、自分の道はもうこうなんだっていうの決まっていて動いてるんだっていうのが出てきているから、戦ってるんですよね。現状も本心も。だから何があってもあなたを離す気ないよとかね、そのために自分は動いてるよとか、あなたを守るために働きかけているよってところもあるだろうし、あなたの現状でも世界のカードが入ってるから、お相手と、嬉しいことあったんじゃないかなって、控えめに言っても嬉しいことがあった、連絡来たとか、会えたとかね、デートできたとか、あなたにとっての嬉しいことが一つあったんじゃないかなっていうのがあります。そしてそれが大きく言えば、お相手とこの気持ちが通じ合えたとか、もっとさらに嬉しいことで言えば交際に発展したとか、そういう方もいると思うんですね。2人にとって今の関係性は進んでいくものであって、決して何かがあっても諦めないよっていう風に出ています。ただし、そうだな、障害としてもし読み取っていくのであれば、あなたがそのお相手が進んでいくこととか、あなたに向かってアタックしてきてくれていることとか、このお相手の気持ちに対して本当に私のことを好きなのかしらとか、こうやって言ってきてくれてるけど他にも言ってるんじゃないとか、そういうことは今考える必要は全くありませんって出てきています。ここは純粋な気持ちでいましょうねって、これが障害で入っているのでね、愛の目覚めについて何を躊躇してるんですかっていう風になっていますよ。もっと親密に接していってもいいですよとかね、そんな感じで出てきています。お相手の気持ちってすごくあったかくて、あなたを理解していきたい、もっと深くつながっていきたいとか、ここね、男性的な動き、能動的な動きもあるけど、こっちは受け止めていきたいとかね、そういう優しい気持ちも出てきているので、今2人にとって気持ち通い合っていく、まさに今これタイミングなんじゃないっていうのも入ってるし、今の2人の関係性っていうのもとてもいいものだと思うんですね。たとえ何かがあっても自分たちの世界を守っていきたいっていう気持ちがお互い出ているし、思い合ってる気持ちも出てきているので、何かもし障害として読んでいくのであれば、あとはこの恋愛関係を始めていくだけよっていう風に、もう揃ってますよっていうのが出てきているのでね。そしてアドバイスカードはカップのキングです。穏やかで優しくいてくださいというか、もうすでにそういう風になってると思うんですね。お相手の方からどんな風に動いてきてくれますかって言ったら、平和なカードが入っています。優しいカードですね。おかえり、ただいまって言ったらおかえりって迎えてくれるあなたがいる、そんな関係性でいたいっていうところです。はい。家に帰ったら明かりがついているとか、晩ご飯の匂いがしていて、あなたが料理を作っていておかえりとか待ってくれてるとか、そういう家庭的な温かさとかね、自分一人じゃないんだって、なんか心が温かくなれるような、そんな働きかけっていうのを求めているし、この人もそのように動いてくるっていう風に出ています。4番っていうのは安定を表すカードだから、2人の関係性が穏やかに安定していくようになっていくように、この人は動いてくるんじゃないかなとも思います。かなり温かくて優しくてっていうね、いいですね。このいいなって思えるカードが入ってきています。間違いなくあなたを好きっていうのがあります。はい、どうでしょうか。なんかね、ストーンって流れるように入ってきたんですけど、ここ何か深掘りするところとかありますかっていう風に聞こうかなと思ったんですけど、ないような気がするんですよ。なのでこのままアドバイスカードをもらっていきましょう。そうですね、なんか2人の関係性が今変わる時、前向きな方向にね変わる時だったりとかっていう可能性がすごく高い。なので今関係性が片思いですって方だとしたら、お相手も確実にここ好きって入ってるし、ここ揃ってるので、あとは2人が交際するまでにもうすぐなんじゃないって
あります。時期を出していきましょう。お相手動いてきてくれるとしたらいつですかっていう時期をもらっていきます。またはどんな動きですかっていうことで、これ1枚でいい気がしますね。1枚時期を出しましょう。わあ、リング。うわあ、もうリングって、うわあ、ちょっと待ってください。これね、大きく言ってしまえば結婚の約束とかね、リングだから、そうなんですよ。結婚だけじゃなくて、交際の申し込みだったり、デートの約束だったりっていうことを表すんですね。で、お相手どんな風に動いてくるのかって言ったら、リング持ってくるよって言ってるので、何かあなたと約束、デートしたいなってことかもしれないし、ね、会いたいよとか、声聞きたかったんだってことかもしれないし、好きです、付き合ってくださいってことかもしれないし、ここね、確実にやってきますね。何かを持ってというか、あなたと契約したいってことを言ってるので、約束したい、交際の申し込みとか結婚の申し込みだったりとか、2人にとっては素晴らしいことですよね。いいこと。この約束をすることで2人がより安定していけるとか、より穏やかになっていけるような関係性をこの方が作り出していく。で、数字としては25っていうのが入っています。25日かもしれないし、25日後かもしれません。この数字を参考にしてください。そしてあとはアドバイスカードもらっていきましょう。最後にアドバイスカードです。この3番をお選びいただいた方っていうのは、ごめんなさい、一回しまいます。3番をお選びいただいた方っていうのは、今スムーズに物事が流れていく。そしてお相手の方が動いてきてくれてるんじゃないかなと思うんですね。戦車のカードが入ってます。自分で動いていくんだよっていうカードですね。お相手が動く。はい、アドバイスカード2枚もらっていきます。なんか青系でまとまって入ってきています。そして、タロットカード大アルカナ22枚のこちらのカードからもアドバイスカードで1枚もらっていきます。このアドバイスをお受け取りください。この中に、じゃあ私はどんな動きをすればいいのっていうアドバイスもらっていきます。ただカップのキングさんが入っていますからね。今2人って優しい関係性思い合ってるんじゃないかなっていうのが出てきてます。ただここにも書いてある通りに辛抱強く落ち着いて適切に対処するっていうのが入ってますから、もしアドバイスとして言うのであれば、辛抱強く、これもね、粘り強さっていうのも表してるから、粘り強く取り組んでいくことっていうのも入ってきています。ただ焦りを感じるようなカードって出てきていないので、なんかね、障害のところでも愛の目覚めだからこれから始まっていくよってことが出てるから、ドキドキしちゃいますよね。フールのカードが入っています。なんか我慢していましたか？逆にこれなんか粘り強く取り組むとかって出てきてますけど、逆に今まで我慢して待ってたよっていう方とかもいるんじゃないかな。で、それが今やっとなんか開放的になって動けるようになったとか、世界でしょ、何か一つ到達して今自分たちが動けるようになったとか、より開放的に、表現できるようになったとか、そんな風に感じますね。そしてスターオーシャン、どちらも、ブルー系、紫、群青色っていうんですか、ブルーとか濃いブルーかな、ちょっと紫がかった青、この青系っていうのをラッキーカラーとして取り入れてください。このオラクルカードからのメッセージとしては、自分の感覚を信頼してください。指針は心に問えばいい。星が沈む海のようにあなたの中に答えがある。そしてもう一枚です。感情や状況の嵐は成長のサインです。稲妻が走る嵐のように強烈な出来事の後には恵みがあります。
なんか混乱するようなこととか衝撃が走るような出来事があったかもしれない。だけどその後には豊かなものが待ってるよっていう風に出てきているんですけど、なんか我慢していたこととか何かあったんだけどようやく落ち着いたとかやっと結ばれたとか、そんな風に感じる方もいるんでしょうか。なんかね、いろんな感情の波がもしあったとしても、最終的には自分の心を信じてください。あなたの中に答えが眠っているので、あとはその自分の心に従って動いて自由にね動いていけば豊かなものが待ってるでしょうっていう風に出てきています。今は先が見えないことに向かって自分たちが向かっているかもしれないんだけど、それって最終的に豊かなものになっていくよっていうね、この果てのないものっていう風に感じてるかもしれないけど、こうやって歩き始めること、これが第一歩ね、このスタートを切るっていうのが一番大切で、ゴールがあるから進むんじゃなくて、果てが見えないかもしれないけど、この見えないものを信じていって進んでいくと、それが一番大事、今一番大事なことだよっていう風に出てくるんです。見えないものって何っていうと、未来のことだったりとか、相手の気持ちだったり、自分の気持ちもわからなくなる時もあるでしょう。形としてわからないからね、パロメーターとして出てこないから、未来こうなるよとかはっきりとわかるものでもないし、だけど先行きがわからないとか、今気持ちが通じ合ってるけどこの先どうなるかわからないとか、そこに目を向けていたら動けるものも動けないよねっていう風に出てきていますね。だから見えないものでも信じる気持ち大切だよ。相手を信じる、自分を信じる、これが一番大事で、そして、見えないものに対して不安に思わないでっていう風に出てきています。もしそれでも少し自分の中でぐらついちゃうとか悩んじゃうとか、どうしようかなってもし思うようなことが今ありますっていう方は、まずは足元をしっかり固めてみましょう。そしたらそこに大事なものっていうのが見つかるよっていう風にも出てくるし、未来に期待してもいいんじゃないって、未来を不安するんじゃなくて期待して楽しい気持ちで進んでみるのもいいんじゃないかなっていうのがあります。フールっていうのは自由や解放とかっていうのも表してるんですけど、純粋な気持ちっていうのも表してるんです。だからあまり深く考えていて動けないよりだったら、自由に発想して純粋な気持ち、今大切に思ってること、それの気持ち一つで動いてみてもいいんじゃないかなっていうのが出てきてるんですね。なのでこれも参考にしてください。そうですね、この3番をお選びいただいた方、かなり今いい流れ来てるんじゃないかなって思っています。で、お相手も動きのカードを出してきてくれてるし、それはとても安心できるものなんじゃない？2人が純粋な気持ちで歩んでいけば、始めていけば、そこはただいまお帰りって言えるような温かい環境、関係性っていうところがお相手示してくれるんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、そしてお選びいただいたオラクルカード、これね、お水を飲んでくださいっていう実際のアクションとして表しているオラクルカードなんです。なので今水分を多めに取ることだったりとか、温かいものでもいいですし、入浴すること、水に触れることでもいいです。そしてあとは自分の気持ちってところに目を向けてください。なぜならここにカップのエースが入っているからです。例えばね、気持ちが溢れすぎてしまって、それがマイナスな方向に運んだらどうしようとか、ね、そういうふうに考えているところがあるかもしれないけど、今はあまり深く考えずに、溢れてしまったらその時にこのお相手を頼ろう。だってここは2人はカップのキングとクイーンで揃ってるんだから、お相手を信頼して2人でやっていくんだっていう気持ち、溢れちゃったらどうしようじゃなくて、今満たされている気持ち、これで進んでいこうっていう風に出てきています。水を飲む以外にも、今あなたの気持ち、湧き上がってくる感情をそのまま受け止めてくださいねっていうのが出てきていました。これもお受け取りください。今回はあの人は私に対して恋愛感情はあるのっていうのをテーマに見ていきました。2人の気持ち揃っていますね。
はい、世界のカードも出ています。並びすごくいいですね。ラッキーナンバーは25番、ラッキーカラーは青系です。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人は私に対して恋愛感情はありますか？というのをテーマにズバリ見ていこうと思います。タロット占い4択です。よろしくお願いします。では早速スプレッド展開で見ていきます。今回はタロットカード正位置で対応していきます。ではもらっていきましょう。お互いの現状、本心、そしてお相手がどんな風に動いてくれるのか、動きがあるのか、あとは今お互いにとって障害になっているものはあるのか、そしてアドバイスもらっていこうと思います。まずはあなたの現状です。女帝のカード。はい、お相手の現状です。審判。かなり2人とも強いですね。何かお相手の方から働きかけて、あなたが受け取ったりとか、豊かなものっていうのが入ってきます。2人の関係性はワンドのページ。はい、そしてあなたの本心、ワンドの7番。お相手の本心を見ていきます。デスのカード。何かね、お相手の中で切り替わりとか節目とかそういうことが出てきています。現状も本心も変わっていきたいし、また新しく始めていきたいとか、より良いものにしていきたい、復活とかね、刷新とかそういうことも入っていますし、一部の方ではお相手の方が年下っていう可能性もあるんですけど、でも年齢っていうのは一つの数字なので、それは可能性の一つとして置いておいて、でもね、今のお二人の関係性っていうのはこれからぐんぐんと伸びていく。なぜならお相手の方が何か変わるようなことがあったから、そしてそれに向かって自分が取り組んだからっていうのが出てきています。これはあなたとのことに関してです。そして次、障害になることです。見ていくとソードの7番。はい。そしてここ、お相手がどんな動きをこれからね、出してくれるのか。障害でソードの7か。で、お相手がソードのエース。そしてアドバイスカードです。はい。アドバイスカードはカップのクイーン。優しいカードが入ってきましたね。ただし、美しさや優しさ、その中には陰ながらの努力っていうところが出てくるかも。目に見えない努力だったり、人には見えない、周りの人にはわからないんだけど、自分の中で努力することだったり、あとは一生懸命取り組むことだったり、徳を積むことっていうのもあるかも。陰徳っていうんですけど、誰もわからないんだけど、自分で人の見えないところでいい行いをしていくこと、これを陰徳を積むっていうんですね。それを重ねていくのも、あなたの美しさを作り上げる上で必要になってくる素材なのかもしれません。そしてもう少し深掘りして見ていきましょう。障害になってくるところが少し気になるかなっていう感じで入ってきています。今のお二人、あなたってすんごくモテませんかっていうのが出てきています。魅力的だねっていうのが入っているし、お相手から見てもそんな風に見えているでしょう。そうですね、お相手を包み込んでくれてるような感じもするし、あなたの個性っていうのがすごく輝いているので、何かね、自分の特技を生かされて、それをお仕事や生き方としてやられてる方もいるでしょうし、あなたがいろんなものを生み出したり育んだりとか、そんな力もありますね。ここすごく豊かなカードが入っています。で、お相手の現状で新しくまた始めたとか、やり直したことがあるよっていう風に入ってくるんですね。本心でも出てます。
次のステージに進むために何かに区切りをつけて、そしてまた向かっていったんだって、それはあなたのところにっていう感じがするので、一回崩れてしまったものとか疎遠になってしまったとかギクシャクしちゃったようなことがあったんじゃないかなっていうのが出てきています。これね、お相手の中ってかなり大きなこととして捉えていて、それをうまいことやっていきたいとか、より良いものにしていきたいっていう風にお相手出してきています。じゃあお相手ってどんな風に動いてきてくれるのかなって言ったら、ここソードのエースだから、自分がちゃんと意思を持って決めて進んでいくって、これからまた始まっていくんだっていうね、始まりを表すエースのカードが入ってるので、ここかなり強いカードが入ってるなっていうのがあります。お相手の中でちゃんと覚悟っていうのが決まってるんだと思うんですね。2人の関係性としてはワンドのページ3なので、そう何かこれからまた始まっていったりとか、今まさにあなたにお相手が復活したよとか、あなたに向かってまた進んできてくれたよってことのお知らせを受け取ったのかもしれません。じゃあお相手はあなたに対して恋愛感情を持ってますかってことに対して、もうカードを出しちゃいましょう。そこに対しての1枚ください。恋愛感情ありますか？ワンドのエース、始まりのカード。これはあなたに対してワクワクする気持ちが止まらないっていう風に入ってくるんですね。ただし障害とかその他のカードを見ていると、またもう一度とかね、そういうなんか区切りをつけてまた新しく始めていきたいとか、今ポジティブになってるんですけど、過去何かあったのかなっていう感じがするので、多分そこのあたりをね潜っていきたいなっていうふうには思うんだけど、でも何かね、過去じゃなくて先のことを見た方がいいんじゃないかなっていう感じもするんです。なぜなら始まりのカードがここで出てきているし、もうなんかね、過去じゃなくて次をもうこの方見てるんですよ。あなたとの次の未来っていうのを見ているので、そこに対して見ていった方がいいんじゃないかと思うんですね。過去これがあったあれがあったとかじゃなくて、この辺りを見てるとね、もう先の輝かしい未来のことを感じてますよっていう風に出てるので、ちゃんと動いてますね。動いてきてくれてるし、もうすぐに動くよっていう感じで入ってるんです。いつ動くのって言ったら今なんじゃないっていう風に出てきてるんですね。あなたの本心としては、例えばそのお相手を守りたいっていう気持ちがあったりとか、何か苦しい状況が今まであったんだけど、でもそれでもお相手を信じていたとか、これね、自分が頭一つ飛び抜けてるっていうカードで、でも周りから槍が突き上げられてきてますよね。だから攻め込まれても自分は有利であることに変わりはないんだけど、でもね、攻められることってあまり嬉しくはないですよね。大丈夫っていう信じる気持ちがあるから有利な立場に立ってられるんですよ。またそのような確証があったんじゃないかな。お相手を信じたいっていう気持ちの他にも、何かこう自分の中でいつかまたお相手と再会できるとか、またお相手の方が元気になってくれるというか、立ち上がってくれるとか、なんかこう信じる何かがあったんじゃないかなっていうのがあなたの本心出ています。またはこれから先の未来に向かっても自分が決してくじけないぞっていう風に感じてるんじゃないかなって思っています。で、障害のところが少し気になっていて、ソードの7番、一回お相手があなたの前から距離を取ってしまったりとかっていうことがあったんじゃないかなっていうのが出てきてるんですけど、でもね、過去のことじゃなくてこれからの障害として取っていきたいんですよ。もう少しカード切りますね。障害を深掘りしていきましょう。まだ始まったばかりなので、お相手の中でも刷新が行われたばかり、
より良いもの、リニューアルしたばかりなんですよ。だからこのリニューアルオープンしてみたんだけど、果たしてそれが、経営がうまくいくのかどうかがわからないっていう、このリニューアルオープンしたてのお店みたいな状況なので、このいざねやる気とか、よしリニューアルするぞって決めてお店を改装してオープンしたっていうところまでは今順調にいってるので、じゃあそれがあなたにうまく届くんだろうかっていうところをですね、深掘りしていきましょう。カップの5、ソードの7、カップの5、障害になってくるところ、がっかりしちゃうよっていうカードが入ってるんです。もうちょっともらいましょう。がっかりしたことだけにとらわれちゃうよっていう風なカードも入ってきていて、ペンタクルクイーン入ってきています。大丈夫ですね。そうだな、これからの障害としてとか、今現在の障害として読み取っていくのであれば、そうだな、お相手の出方とか、例えばなんで今まで私のことを放置していたのとかねっていう方もいるかもしれない。ここね、復活とかね、そういうカードも入ってるから、何かを終わらせてまた新しく始めていくっていうお相手の流れなんですね。このエース2枚入っているし、あなたのことをまた思ってますよとか、過去にいろいろあったかもしれないけど、今自分はこれから始めていきたいし、そういうふうに決めたんだっていうふうに強く出てきてるんですね。あとはあなたがそれを受け取ってくれるかどうかってところなんですけど、あなたの中ではがっかりした気持ちも今まであったかもしれない。お相手に対してもしくは自分に対してもそうかもしれないし、うまくいかなかったこととか、そのことに今とらわれている、それが障害だよっていう風にも出てくるし、何かねあなたの中では納得できなかったこととか、それって結果的にはその巡り巡って良い方に流れてきてるから良かったなっていう風に思えればいいんだけど、どこかね素直に喜べないようなところがあったりとかするところも出てたんじゃないかなっていうのがあります。こうやってお相手が今ねこうやって見てれば、お相手の中ではもう一度あなたにっていう風にねところで、結果的に見ればすごくポジティブなので、またこれから始まっていく明るい方にね未来を見てるんだっていう風になった時に、結果的に良かったなっていう風に思うんですけど、いや待ってって、だけどここにたどり着くまでの過程ってどうだったのかなっていうところにとらわれているところもありませんかっていう風に出てくるんですね。例えばお相手のやり方ちょっとどうだったのみたいな風にあなたが感じているところがあったとか、あとはその一回ねお相手の中で諦めちゃったこととか、そこに対してあなたががっかりしちゃったりとか、なんか距離空いてギクシャクしちゃったんだけど、その時のお相手の態度とか言動に対して少しショック受けちゃったりとか、とらわれていたりとかね、そしてまた同じようなことされたくないなとかっていうところがあるんじゃないかな。これはね、じゃあどうすればいいのっていう風に入ってくると、そうね、もう少しカードを足していきましょうか。ここね、障害のことに対してのアドバイスで、そっか、この2人の、アドバイスにカップのクイーンが入ってるから、やっぱりこのあなたが好きだっていう風に思ってる気持ち、お相手に感じてるのであれば、その今まで起きた出来事とかギクシャクしちゃったことがたとえあったとしても、それを受け入れていく、包み込んでいくっていうところにたどり着いていくんじゃないかなって、結局このお相手を受け入れていけるのはあなただけなんじゃないかなっていう風に出てるんじゃないかなと思うんですね。かなりねこれ女帝クイーン女王のカードが2枚入ってきていて、あなたって包容力があったりとか包み込む優しさを持っているから、例えばね一回失敗しちゃって、だけどね諦めなくて頑張るよっていう風な姿を見ちゃうと許しちゃうんじゃないかなって、そこでじんわりと何か愛かな、感じてお相手に対してね
愛情を感じて、また自分も注いでいきたいって思えるぐらいの器の広さとか心の広さっていうのを感じるんです。愛しいって思えるんじゃないかな。このお相手が何回失敗しても、でもね、明るい未来に向かってあなたともう一回やっていきたいんだっていうことを口にしたら、それを聞いちゃったら、それを感じちゃったら、あなたはお相手を愛しいって思えるんじゃないかなっていう風に出てきています。多少ね、引っかかりがあったとしても、でもやっぱりこのお相手のことを見ていると、いやもう一回ね、お相手のことを信じてみようとか、やっぱりこの2人にとってのね、このご縁を大切にしようとか、そういうところを感じるんじゃないかなって思います。ではアドバイスカードをもらっていきましょう。そしてお相手ね、いつ動いてきてくれるのかってところなんですけど、ソードのエース入ってますから、たとえこれから先困難なことが起きたとしても、または今現在あったとしても、もうすでにそれを乗り越えるつもりでいます。そしてもう自分がそこから切り開いていく気持ちだし、覚悟を持ってるし、進んでいくって決めてますっていう風に出てるので、もう早いと思います。すぐ、今すぐにっていう感じがしますね。どんな風に動いてくるのか。もう羽ばたく準備はできていますっていうことで、ユリのカードです。はい、ここに優しいカードが入ってきました。そう、純粋な気持ちを持ってやってきますっていう風に出てきますね。バシッとやってくるんだけど、ここに優しさを付け加えて持ってきますね。純粋な気持ちっていうのかな。そこにあなたはときめくんじゃないかな。お相手の純粋なところ、と思いますね。どうでしょうか。そして動くとしたらもう今すぐ、もしくは30日以内、または30っていうのがナンバーとして入ってくるので、何時30分だったりとか、そうですね、30っていうのが番号です。ただ今すぐエースのカードが2枚入ってるので、今すぐっていう感じがしますか、もしくは30日以内ですね。ではあなたに対してのアドバイスをもらっていきます。あなたに対してのアドバイス、ムーンのカードです。期待してください。これはロマンチックな展開になるでしょう。あなた自身愛される存在でありますから、自信を持ってくださいねっていう風に入っています。あなたの方にクイーンのカードが1、2、3枚入ってるんですね。そしてお相手の方は動いていくよっていう風なね、自分で動くっていう風に見せてるカード、ワンド、ソードって入ってるので、お相手が動いてあなたがそれを受け取るとかね、育んでいく、受け取って育んでいくっていうような関係性なのかなって、そのように入ってきています。はい、そしてオラクルカードも2枚もらっていって、タロットカード大アルカナです。ここから1枚アドバイスカードもらっていきます。はい、もらっていきましょう。1枚。節制のカードが入ってきています。バランスを表すカードですね。ワクワクする気持ちを大切にして、今あなたにこの天使ですね、カップを持った天使。カップは気持ち、感情、愛情っていうのを表しています。このときめきを持った天使があなたの元へやってきます。待ってる人多いのかな。お相手の動きを待っているとかね、あなたが眠ってるうちにこの天使がときめきを運んできてくれますっていうことが出てきてます。この女性はね、あなたで疲れてデスクワークしながらちょっとね居眠りしてるんですね。そして日々疲れていたりとか、時間に追われていたりとか、仕事に追われていて疲れている、ときめきを失いかけている、だけど待っている、私のところにいつか、そのいつかっていうのが今やってきてるよっていう風に言われているカードですね。そのことによってあなたの心身のエネルギーっていうバランスが取れるようになるでしょう。ストレスがなくなり、やる気にあふれたような状態になっていきます。自分でバランスをとっていくようになっていけるでしょう。
これはあなたの心身のバランスのことも表しているし、お相手とのバランスってことも言われています。いずれにしろ2人にとって良いバランス、あなたにとっても良いバランスっていうのが出てきますね。これはこの天使が運んでくれるカップね、感情、ときめきっていうのがあるから、もたらされるからです。これはでもお相手の方から働きかけてくるんじゃないかなっていうふうに見ています。そうですね。それをあなたが待ちわびているんじゃないかなっていうふうに思っていますね。今現在やる気がないなとか、自分から動くのは少しね腰が重いなっていう風な方はお知らせを受け取るでしょう。なんでかって言ったら、お相手のところに審判のカードが入ってるからです。復活のカードですね。これ描かれていないんですけど、タロットカード通常のものであれば天使がここに描かれていてラッパを持ってるんですね。で、天使のお知らせを受けてこの死者が復活するっていうカードなんですが、ここもね、天使がカップを持ってきてお知らせしに来てくれています。少し似てるところもあるんですね。節制なのでね、ジャッジメントと節制はまた違う意味を持つんですけど、少しね似てるような感覚を今感じたので、あなたが待ちわびているものを受け取る。それは何を待ってるのかって言ったら、ときめきとか愛情とか感情とか、そういうものなんじゃないでしょうか。その愛を受け取って、あなたがこれからバランスを取り戻していくよっていう風にアドバイスが入っています。またはこれを受け取ることによって、より豊かになったりとか元気になったりとかっていうのも出てくるでしょう。ロマンチックなことが出てくると思います。ムーンのカードが入ってます。はい、ここはロマンチックな展開を期待してください。そしてね、中にはお相手と一夜を共にするっていうぐらいね、そのロマンチックな一夜っていうの意味も入っていますから、ユリと月のカードが入ってる。だからね、お相手と一晩共に過ごすような、ずっと2人でいようねっていう風なギュッとしたようなロマンチックな時間も出てくるでしょう。そしてあとはオラクルカードももらっていきます。己の道を行け、哲学、探求の時間、惑星のワインを熟成させるように、全てがあなたの深みになる。そしてイエスタデーブランデーで、ワインとブランデーですね。ルーツを見直す、深く掘り下げて考えてみる。昨夜のブランデーの味わいを思い起こすように余韻を味わおうっていうカードですね。そのお相手と過ごすロマンチックな一晩の余韻に浸ること、そしてそこから感じ取られるときめきとかね、そういうことも出てくるかもしれないし、あと過去のことかもしれないですね。復活とかですとかも入ってるから、今までいろんなことあったんだけど、ブランデーとかワインとか熟成させていくものかのように、2人の関係性って熟成されてより味わい深いものになるとか完成されるっていう風に捉えるといいんじゃないかと思います。深みを増していく時間を寝かせたからね、寝かせて作り上げた関係性だから、いろんな過程を乗り越えて今2人の関係性に深みが足されていくんだよっていう風に出てきています。昨日っていうのは過去ですよね。今よりも過去のことで、過去のことがあったから今現在私たちは深みのある関係性なんだよっていう風に感じてくださいっていうことです。はい、そうですね。熟成させることっていうのがどちらも入っていました。そのね、2つの意味かな。過去を熟成させて今完成されていくのか、そのお相手と素敵な一夜を共にすることであなたが受け取るものとかね、2人のバランスが整っていくものっていうのもあるでしょう。あなたが思いやりとか愛情をお相手に注ぎたいっていう風に感じるんじゃないかなと思います。今までよくね頑張ってきましたねっていう風にこのカップのクイーンが言ってると思います。見えないところで、誰にも知られないところであなたは泣いていたりとか頑張っていたりとか耐えていたりとか待っていたりとかしたんじゃないかなって。それが今あなたにスポットライトが浴びて輝く時がやってきました。ぜひこれをお受け取りくださいねって言われてる気がします。そしてお選びいただいたこちらのカード、休むっていうカードですね。寝かせましょう。それは時間をかけてっていう意味かもしれないし、
あなた自身が今このようにね疲れている時は、ゆっくりと休んで心身のバランスをとっていきましょうってことかもしれません。いろんな意味で休むっていうワードが入ってくる。寝かせるっていうことですね。あなたは今何を寝かせますか？何を寝かせて熟成させて完成させていきますか？気持ちですか？関係性ですか？あなたの心身のバランスですか？そういうところに今目を向けてくださいっていうアドバイスでした。ぜひお受け取りください。今回は今お相手はあなたに恋愛感情を持っていますかっていうのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。